はいどうも、ストックロックです。今日はですね、ディンシャーさんの第3弾、20V のコードレス電動チェーンソーを紹介していきたいと思います。で、なんで箱が2つあるのかなんですけれども、以前紹介した電動ドリルドライバーですね、前にレビューした時にバッテリーが錆びてたよっていうことと、あとバッテリー1台が全然本体に入りづらいっていうことで、メーカーさんの方に聞いてみました。そしたら返答がですね、そのバッテリー錆びてる写真と本体とバッテリーの接続部分ですね、そちらの写真を撮って送っていただけないでしょうかっていうことを言われたので、写真を撮って送りました。そしたらですね、またすぐに返答が返ってきて、工場の方にこの写真を送らせていただきますと、で今後品質改善をいたしますということで、また電動ドリルドライバー送ってくれたんですよね。一応不良品ということで。なのでこっちはね、ちょっとバッテリーだけサクッと見ていきましょうか。先に直ってるのかどうか。リベンジですね、ディンシャーさんのサポートはすごいいいんじゃないかな。多分おそらくね、不具合やってもすぐ変えてくれると思う。ディンシャーさんには悪いけど。また新品が届きましたね。サクッとバッテリーと本体だけ見ていきましょう。全く同じ、当たり前だけど。はい、バッテリーは今回錆びてないですね。はい、今回バッテリー端子はすごく綺麗です。たまたまだったのかどうだったのかっていうところですけど、何かあっても変えてくれそうなんでいいでしょう。では実際にはめ込んでみます。そう、最初っからこれだったらよかったんだよ。よいしょ。最初っからね、はい、こんな感じで最初っから入ってくれればあんな僕は悪いことばっかり言わなかったんだけど。ということで改善されてきました。リベンジ成功ですね。不具合があった場合はすぐにディンシャーさんの方に言っていただければいいのかなと思います。ブラシも潰れてないのが届いたよなんか今回の方が全体的に状態がいい気がするはい、ということで送っていただきました。ディンシャーさんありがとうございます。はい、で今日の本題なんですけど、こちらですね、コードレス電動チェーンソー。はい、こちらもサクッと開けていきます。よいしょ。ということでまたディンシャー3回目ですね。はい、また今回もソフトケースに入ってます。もう全部ソフトケースに入ってますね、ディンシャーさんは。はい、ではサクッと開けていきます。まず充電器、こちら 20V のバッテリーを使用するタイプなので、前回と全く同じ、ブロワーの時と全く同じ充電器入ってます。あと本体、これ自分でつけるんだと思ってたら刃ついてますね。すげえちっちゃい、かわいいなすごいかわいいっすよね。ちょっとなんかおもちゃみたいだけど面白。すごい軽いっすね。あとオイルのボトルちっちゃいの、プラスドライバー、ボックスレンチ、これ刃交換するときに使うやつかな。あと替えの刃ですね、チェーンソーの刃ですね。これが2つ説明書。これで全部、ごめんなさい、大事なものが。はい、バッテリーですね。前回のブロワーと全く同じバッテリーです。 20V 2000mAh の、あと残量表示付きですね。こちらのバッテリーが1個付属しております。入ってるものは以上になります。ではこちらバッテリーをまず充電していきます。っていうか前のブロワーのバッテリー使えばいいのか。ブロワーのバッテリーつけようと思ったんだけど充電がなかったみたいなんで、今ダブルで充電しました。でまずね、機能の説明を先にしちゃいたいなと思います。今回紹介するのはディンシャーの電動ミニチェーンソーですね。型番が JC の6001っていうモデルです。で見た目はこんな感じですね。小型で扱いやすいは扱いやすい感じですね。ちょっとおもちゃっぽくてかっこいいというより可愛い感じだと思います。ミニで結構好きですねこういうのは。まず先に一番大事な部分、この安全ロックですね。親指側のボタン、こっちにもついてまして、電動ドリルとかインパクトでいう正転逆転の切り替えですね。これを逆転側、親指の方を押し込むとロックがかかります。トリガーが引けない状態ですね。で逆に人差し指こっち側を押すと、正転側を押すと、ロックが解除されてトリガーが引けると。
そんな感じの構造になってます。で基本的な使い方はもうこれだけで、今充電してますけれども、バッテリーが 20V の 2000mAh、こちらが1つ付属しております。それで今説明書を見たらですね、なんと 4.0A、 4000mAhですねの使用も書いてるので、もしかしたら今後これの倍の容量のバッテリーが出てくるのかもしれませんね。でチェーン速度毎秒5メートルになってますね。で重量が、0.89kg、はい、基本的にはそんな仕様です。チェーンの取り付けなんですけれども、一番最初もうねついてましたが、このボックスレンチでこう緩めるそうです。はい、で開けてガバッ、おお全部取れてきた。ガバー、はい、こんな構造になってます。ここでチェーンの取り替えをするっていう感じですね。今回はまだこれ新品なのでそのまま戻していきます。でチェーンをこれにはめて、でチェーンの向きあるんで、向きはここに書いてますんで、刃の向きこっちだよ。で絵も書いてるんで、こっちにも書いてたわ。こっちの方が見やすいね。これに合わせて取り付けてください。よし、じゃあまた戻します。構造的にはめちゃくちゃ単純ですね。すごい簡単。よし、これで復旧が完了しました。それで最後にこのチェーンのねたるみ具合なんですけれども、ちょっと見づらいけど、この刃の後ろにあるここ付属の、付属のじゃなくていいんだけど、プラスドライバーで時計回りに回すとたるみが取れてくそうです。で逆に反時計回りに回すとたるんでくっていうような感じで、ここで調整できるような仕組みになってます。これどれぐらいがいいんだろうね。チェーンソー使ったことないので、多分ここ緩めないと調整できないのかな。なんか動いてない気がする。そうですね、このボックスレンチの部分、ここを強く締めちゃうと調整できないみたいですね。なので軽く緩めて動くようにして、こっちのプラスドライバーを回すと、じゃないと回らないですね。ちょっとこれ締めすぎかな。どうなんだろう。締めすぎるとダメみたいなんですよね。いいや、このぐらいでまずはやってみます。はい、でちょうど1本充電が終わりましたんで、これをつけていきましょうか。よいしょよいしょ。はい、軽く回していきます。大丈夫そうかな。止まりますね、すぐバテッピタッと。トリガーには無段階変速がついてます。で安全ロックですね、しっかり動作するか見てみます。よいしょ。動かないですね。結構今強く握ってるんですけど全く動かないです。安全ロックしっかりしてますね。絶対動かないと思う。これ思いっきり握ったらぶっ壊れるやつですね。バキッと握れるかな。握力強い人は壊せるかもしれませんけど、普通の人なら、僕今結構な力で握ってるんですけど全く動かないので、この安全ロックは非常にいい動作をしてると思います。いいですね。はい、じゃあついでなんで重さを測っていきたいと思います。バッテリー込みですね。1201g なので 1.2kg ですね。バッテリーなしだと説明書に載ってた通り800何十 g みたいな感じなのかな。810g でバッテリー入れると 1.2kg になると。そんな感じでございます。で実際に使用するにはここのチェーンにね油を刺して、それから使う感じになるんですけど、今回別に Amazon で油を購入しました。これですね。AZ さんのオールシーズンタイプっていう、普通のチェーンソーオイル1リッターです。このミニボトルにね移し替えて、で実際に注入して、何かを切ってみたいと思います。なるほど、ちゃんとキャップ付きですね。この付属のミニボトルはネジ式のキャップが付いてます。でこっちはやらかした。手にべったりついた。じゃあこれで入れていきます。よいしょ。鼻ちっちゃかったかな。めっちゃ遅え。遅っ。こんなもんかな。今オイルを移し替えましたんで、これを使っていきます。これキャップ閉めとかないと蒸発するかな。あまり使うものでもないような気がするんで、この内側のキャップ戻しておきましょうか。よし OK。なんかこれそんなにベタベタしないな、この油。
さらっとしてますね何の話だっていう感じなんですけど、では実際に、こちらのミニチェーンソーを使ってですね、山に行って木を切ってこようと思います。もちろんねそんな勝手に木を切りに行くわけじゃないんですけれども、知り合いのちょっと土地に生えてるそこの木を切りに行きたいと思います。はい、では実際にね木を切ってみたいと思うんですけれども、まず油を注入します。こんな感じでいいのかな。こんな感じかな。はい、よし、じゃあ実際に切ってみたいと思います。なんか若干ね弾かれる感じはあるんだけど、俺の多分切り方が悪いんだと思う。でも全然スパスパ切れますね。はい、じゃあちょっとでかいのいっちゃいましょう。おお、すげえスッパスパですね。根元の方でグイッといくとめちゃめちゃスパスパ切れますね。これもうスパスパ、すっぱり余裕ですね。すげえ力あるちょっと楽しい。はい、ということでめちゃめちゃ使えます。いいんじゃないですかね。そしてねすごく軽いしパワフルだし、この根元でねやるとね本当にサクーっていきますね。すごく使いやすい楽しいですね。ちっちゃいのにこんなにパワーあるんですね。はい、ということで戻ってきました。感想としてはすごく良かったですね。で細い木より太い木の方がすごく切りやすかったです。多分ぐらいが適正なのかな。細い木だと、細い木というか細い枝だと振動しちゃうんですよね。でも太い枝だとそのままスーッと入ってきますんで、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。最初この形状ですね。でここ何のためにあんのって正直思ってたんですよ。デザインかなって思ってたんですけど、これあることによってこの手がね本当に守られました。今回切ったのがちょっとトゲトゲの木だったんですけど、こいつがあることによってなんていうんですかね、押し付けても当たらないというか木に手が触れないのでトゲトゲから守られてる感じがしました。なのでこのためにあるんだって使ってみて思いましたね。プラスチックのなんてことない部分なんですけど、これあるのとないのとじゃあった方がいいなって正直思いました。強度を持たせるためなのかなと思ったんだけど、多分違うね。手をガードするためですねこれね。で見た目結構ねオレンジでプラスチッキーなんでちょっとおもちゃ感はあるといえばあるんだけど、そんな悪くないっすよねって僕は思うんですけど、どうですかね。ちょっと可愛い感じで実際機能的にはもうパワフルでスパスパ切れますし、とてもいいものだなって思いました。はい、ということでねこのディンシャー3兄弟、全部レビューしましたがいかがでしたでしょうか。この 20V バッテリーのものは使い回しができるので、まだ現在この2機種しか販売されておりませんけれども、今後もね 20V バッテリーをね使える機種をガンガン出していただければバッテリーも使い回しができて、選択肢の一つに入るんじゃないかなと思いますので期待しております。あとねバッテリーパック、こちらの単体の販売ね早く進めてほしいですね。実際Amazon の販売ページの方に、バッテリー単体のページもうあるんですけど、まだ現在お取り扱いできませんっていう状態になってるんで、早くねバッテリー単体で売り出してくれればいいんじゃないかなと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になったって方はですねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。